こんにちは、リサです。今日は台湾の BL ドラマ Be Loved in House 番外編のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。いや、そうきたかっていう感じでしたよね。そうか、ユージェンとズートンさんの過去編なのかっていう感じですね。はい。確かに本編ではズートンさんがね、いい人なのか、それともなんか変な人なのか、いまいちわからなかったじゃないですか。なので、それをちょっと補完するために、この番外編があるのかっていう、そんな感じですね。うん。そして、この番外編があることによって、ズートンさんの本編での、いろいろなね、不可解な行動は、もう最初からユージェンとシーレイへの、善意というか、主にユージェンの背中を押すための行動だったということが確定するわけですよね。なるほど。どうせならね、ズートンさんと結託していたずる賢い狐であるところのシーレイの出番がね、ちょっと少なかったのが、心残りではありますね。可愛かったけど、寝てるだけだったな。いや、どうせなら、過去編やるならば、ユージェンがシーレイに一目惚れをしたところ、あそこも掘り下げてほしかったですね。またチラッとだけ出てきましたけど、そこをもっとやってほしかったな。でも、星の王子様をモチーフにしている時点で、バラの方の話を掘り下げないわけにはいかないのかなっていう気がしないでもない。それはしょうがないですね。しょうがないとして、それにしてもズートンさんとユージェンの過去、やっぱりすごい切ないですね。ズートンさんのあの去り方は、やっぱりね、どうしてもね、ひどいとは思うんですよ。どうかと思います。だけど、それまでの3年間の、ユージェンの愛し方っていうのは、なんて言うんだろう、全力で愛してますよね。ズートンさんも。だって、ユージェンに対して本気じゃなければ、あんなにたくさんビデオクリップを撮ったり、同棲したりとかしないじゃないですか。でも、我が強いというかね、やっぱり性格的に自分を曲げることができないっていう頑固さもあるんですよね。そして彼は、そのことを自覚している。かつ、自分と同じくユージェンの方も頑固者だっていうことをよく理解してるわけですよ、最初から。ユージェンはユージェンで、シングル規約とか作ってしまうような極端な人ですからね。そもそもが。だから、ズートンさんとしては、7年前の時に、それまでは2人仲良く一緒にやってこれたんだけど、でもある時、2人の人生が同じ方向を向いていないなっていう風に気づいてしまったら、もうズートンさんとしてはそこで終わりなんですね。だったんですね。少しでも2人の軌道がずれてしまったら、割とスパッと切り捨ててしまう。しかもそれを相談もしないでね、自己完結してしまうタイプってことですよね。いや、これユージェンじゃなくても、他の人でも彼のパートナーで居続けることってすごい大変ですよね。なんかすごくプレッシャーがある。で、しかもユージェンは同じ頑固者ではあるんだけど、ズートンさんほど思い切りが良くない。だから選択としてはもう別れるしかなかったんだけど、でも結局ユージェンの方が7年間引きずって苦しみ続けてしまったってことですよね。やっぱりでも、ズートンさんのね、あの去り方は最悪ですよ。最悪。だけど、でも一応その前に聞いてはいるじゃないですか。ユージェンに。一緒にアメリカに行こうっていう風に誘ってはいる。一応ね。で、それに対して折れなかったのはユージェンなんですよ。やっぱりね、ユージェンも譲らない。だからそこに関して言えば2人は同じですよね。なんか頑固さにおいては。2人とも妥協できなかった。
頑固対頑固だったわけですよ。とはいえね、ユージェンが必死にズートンさんのことをこうベッドで引き止めるシーンがあったじゃないですか。あそこはすごい切なかったですね。アーロンさんの演技がすごかった。でもそれってやっぱりズートンさんに負けず劣らずね、わがままなことを言っていると思うんですよね。そばにいてよ、行かないでよっていう風にしか言えないわけじゃないですか。ユージェンの方は自分も行くっていうことを考えないわけですよ。そこはね、もうしょうがないですよね。あとはもう気持ちの問題ですから。しかしそのアメリカと台湾でね、遠距離恋愛っていうものは不可能だったんでしょうか。なんか離れ離れになってしまったら、それで即関係は解消しなきゃいけないというものなんでしょうかね。それこそそれまでの3年間一体何だったのっていう気がしちゃうんですけどね。距離が空いちゃったらやっぱりダメなのかな。でもそれはあれかな、やっぱり星の王子様だとしたら、バラと王子ですからね、離れてしまったらダメなのかもしれない。とにかくズートンさんとユージェンの場合は2人ともが頑固すぎた、我が強すぎたっていうことですよね。それでうまくいかなかったっていうことなので、今後ね、ユージェンにはぜひその妥協するっていうことというか、シーレイと一緒に妥協点を探るっていうね、そういう技術を身につけて、そういう技を覚えて、今度こそシーレイとは末永く仲良くしていってほしいです。余談ですけど、今回の番外編で7年前のユージェンがめちゃくちゃ可愛かったと思うんですよね。すごい可愛く見えた。それはズートンさんと比較してるからそういう風に見えるとは思うんですけど、でもそのユージェンと並んでもなお可愛いシーレイ、どれだけ可愛いんだよってちょっと思ってしまいましたね。特に今回はただこう寝てるだけっていうのもあるかもしれないけど、とにかく可愛い。改めてこりゃ一目惚れするなっていうぐらい可愛いんだなっていうことに気づきました。なんかそこだけすごく納得感があった。そんな感じですね。いやー、なんかこの番外編もね、お話を補完するっていう意味ではすごい良かったんですけど、やっぱりユージェンとシーレイのお話を見たかったですね。一目惚れのところ、あそこでユージェンがどう思ってどういう行動をその後取ったのかとか、それこそ2人がカップルになったその後の生活をちょっと見せてほしかったなっていうのがあります。だからこれはもう番外編ではなくて、ぜひ続編を作っていただければ嬉しいなと思います。そんな念を送りつつ、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。